椿だぜ。地下なのよ。磯崎様よりアースジェットをいただきました。ありがとうございます。ソースの人だ。この人また2つ送ってきたのか？これはもともと2本セットなのよ。やったぜ。1本ずつな。そういう性質のアイテムじゃねえから、1本はキッチンに置いておくのよ。はい。東方田舎の山ん中、暖かくなってくると昆虫族との戦いが激化していくんだ。これで前線大事できるわね。ご支援に感謝なのだぜ。はい。ランドストーカーの続きをプレイしていくわよ。本動画は連続企画の4回目。まだの人は過去の動画から見てくれよな。過去の動画は概要欄から。それでは早速、ゲーム再開なのだぜ。椿か。はい。それでは前回スイッチで進行可能となった隠し通路を越えていくわよ。これ、2回目なんすよ。はい。前回もトレッドのダンジョンで音が入ってないってミスがありましたが、今回も音が入ってなかったの。とぼこ会いたいってね。セーブしてなくてよかったわね。全部やり直しだよ。ここ突破するのに何時間かかったと思ってんだ。これは技術部のミスだ。私は悪くない。はい。現在向かっているのはグリーンメイズの森。複雑に入り組んだ意地の悪いマップになっているの。ここで脱落したプレイヤーも多いと言われる魔境なのよ。エリアに入ったタイミングで音が鳴っただろう。あれが前回購入したチャイムの音だ。汎用のシステム音と同じなのでスルーしそうになるけど、このエリアに命の元があることを知らせているのよ。魔導士タイプの雑魚が2体出るんだ。宝箱を開けるにはこいつら2体を倒す必要があるんだ。もう1体がどっか行っちゃったぞ。出た。後ろ。狭い場所だと剣が触れない。ライルの通常攻撃は地味にオブジェクトの干渉を受けるのよ。なかなか珍しいシステムではあるよな。現在のゲームでもこれやってるタイトルはほぼないと思うわ。ゲームプレイとしての利便性を優先した結果ね。モンハンで同じことされたら平原以外で戦えないな。私はとにかく弾かれるのが嫌で、心眼のスキルは手放せないんだ。ここは半歩降りる。命の元。はい次々、サクッとクリアしちゃうのだぜ。はい。本来であればバチクソ道に迷って、気がつけばスタート地点。見えない段差や通路に気づかないと、永遠にクリアできないクソマップなの。迷ったよ。散々同じところぐるぐるしたよ。いたずら好きのノームが森を迷路にしてしまったという設定ね。ヒントなどいらぬ。木のてっぺんを見ながら歩けとか、道がないと思ったらジャンプしろってアドバイスね。このトレントの木は森の一番奥と繋がってるぞ。一応の開通フラグね。セットになっている木を両方見つけると利用可能よ。こっちから行くんだ。散々迷った結果としてある程度の道は覚えているかしら？大筋の道はわかるぞ。取れてない宝箱とかもあったとは思う。とはいえ、まずは目的である太陽石を確保するぞ。灯台の復旧に必要な重要アイテムなのよ。この箱は特に意味はないぞ。高台から奥がちらっと見えるだけだ。あんな場所行ってないけどね。相当に広いマップで複雑に繋がっているんだ。厄介な足場こそないものの、視認性の悪い迷路としては極悪レベルだ。ここはこっちは違うんだ。迷った挙句に戻されるタイプのルート。ロープを下ろすことで開通するタイプのショートカットね。奥で迷っては分かるところまで戻るの繰り返しだ。分かるところまで戻れる間は迷ってるとは言わないのよ。敵の数は多くないのが救いではあるな。コンセプトとして迷路ってのが強調されてるわね。チャイムが鳴ったな。場所は覚えているかしら？大丈夫。道なりにあったと思う。これはどっから飛ぶんだったっけ？犬が倒れているわね。重要なキャラだ。まずはそこに行かなきゃ話が進まないんだ。下から回るんだ。いけた。半歩ずらさないといけない絶妙な地形。ないとは思うけどここでケーキの在庫がないと話が進まないぞ。回復魔法が使えるサキュバスって珍しいわよね。普通はエナジードレインとかかましてきそうだもんな。きっと邪教の館で作られたのよ。悪魔合体の産物なのよ。回復魔法は継承してきたに違いないわ。メガテンのオーツなのだぜ。はい。元気になった犬の後をつけるのよ。良い子のみんな、良いことも悪いことも自分に返ってくるんだ。つまり良いことをしたと思うなら、当然そこに謝礼を受け取る権利は発生するんだ。覚えておくといいぞ。デスナ理論を子供にすり込もうとしないの。はっは、子供はこんなチャンネル見ないって。どこかの幸せなアメリカ人家族がテレビで見ているかもしれないでしょ。ねえよ。はい。犬の後を追っていくと飼い主のフコリと出会えたわ。初対面なのにこちらの名前を知っている点をフライデーが指摘するのよ。ペレおかしいな。実はこのフコリ、犬と話ができるの。バウリンガルを手に入れた。あったわね。そんなおもちゃ。これで犬と会話ができるようになるのだぜ。最近はスマホのアプリでもそういうのがあるわよね。猫語翻訳アプリだな。
あれとは逆のアプリ、猫に話しかけることができるアプリもあるんだ。定型文をタップするとスマホがニャーンっていうやつね。うちの猫に試してみたんだ。こんにちはって伝えたら、全身の毛を逆立てながら全力で2階まで逃げていって、しばらく出てこなくなったぞ。よほど恐ろしかったのね。生きてるうちに動物と本当に会話できるようにならないかな。さすがに動物相手は厳しいと思うが、でも昨今の AI の進歩を考えれば、外国語をネイティブな現地語に翻訳する程度のものは出そうね。意思疎通には使えるが、まだまだ翻訳としては硬いんだよな。私たちが合間合間に入れちゃってる。はい、OES に翻訳しない程度のものは欲しいわね。私の名前も極力ひらがな表記にしているのは、翻訳ツールが人名とは認識してくれないからなんだぜ。漢字だとカメリアさんになってしまうのよね。子供の頃な、朝っぱらにアニメの再放送でキャンディーが放送されてたんだ。今ちょっと権利関係がグダグダで再放送できないアニメね。それのスポンサーがカメリアダイヤモンドだったな。当時の CM ソングはビーズの太陽の小町エンジェル。くっそ懐かしいわ。ここは下だ。上に進むと戻ってしまうのよ。オッケー。このツタは覚えているぞ。ぐるっと回って足場を越えていくのよ。ここは全然難しくはないが、落ちるとまた少し遠回りだ。ピロリン、勢いよく降りてはいけないぞ。一番下まで降りると戻れないんだ。宝箱を発見。命のもと。ダールの飛躍。飛躍は HP を完全回復するアイテムなのよ。エケ2個分じゃないか。そう言われると大したことがなさそうにも見えるけど、ゲームの終盤に差し掛かるとダンジョン内でホイホイとエケを補充できない展開も起こり得るの。そういう場面での非常用として機能するのよ。落ちた。ダメだ、足場に干渉しちまった。こうなると次の足場へのタイミングが合わなくなるわ。出直して足場リセット。でい。そりゃ。オッケーです。初回はクソほど苦労したけど、種が分かれば難しくはないぜ。足場は簡単だぶり。ここでイベント。無事に脱出してこれたみたいね。使った通路を開けっぱなしにしてるからだ。RPG 主人公に多いよ、そういうの。ゴズワルスキーさんの道に迷っているようね。今回のパーラ様は以上になります。直接対決はいつになるのかしらね。先を急ぐぞ、まだ折り返してもいないからな。長い。ここ、気をつけろ。簡単なジャンプだ。本当に簡単だ。でも、万が一落ちたらくっそ戻ることになるからな。落ちた人間の言葉は重みが違う。ここが中間地点くらいになるかな。観光名所、グリーンメイズのへそ。登って飛び降りる。ここも要注意だぞ。絶対に下に降りちゃいけない。先にスイッチだ。スイッチを押せば登れるようになるのね。おっとっと、忘れるところだった。この先に回復できる女神像があるんだ。地味にありがたいわね。降りるときは必ず先にスイッチを踏んでルートを確保するんだぞ。あそこが登れないとくっそ戻る羽目になるからな。森の中のちょっとした段差だけど、降りると戻れないと通行がとても多いの。それがこの森の迷路をより一層複雑にしているのよ。子供の頃にさ、アミューズメントとして巨大迷路ってアトラクションあったよね。西条にあったわね。家族で1回だけ行ったわ。なんでだろうな、うちも1回だけ行ったわ。いつの間にか潰れていたわね。オープン当初はたくさんの人で賑わっていたのにな。田舎ですから、新しい施設には人が群がるのよ。私ね、未だに丸亀製麺に入ったことがないの。できてから何年も経ってるでしょ。いつ行ってもいっぱいなんだよ。駐車場は空いてないし、入り口には列ができてるんだ。なんでだよ。繁盛しているのね。店の前を車でゆっくり通過して、またダメだったって気分で一蘭に向かうのだぜ。有名だけど並んでまで食べたいかと言われれば確かに微妙ね。うどんとかそばってファストフードだと思うのよ。1時間待って3分で完食とか意味わからんやん。もう少しゆっくり食べようね。さっと入ってさっと食ってさっと出る。これが作法だろ。ラストのドリンクバーで半日粘ってた人が何か言ってる。あそこではあれが作法だろ。冷ややっこセットドリンクバー。はい、クソイベント。これでほぼ振り出しに戻る。切れていいところだよ。ここは根性出してまた登っていくのよ。はい、結構な時間かけて戻ってきたぞ。ほんのちょっとだけ近道ができるルートなの。他のルートを知らんからここから降りるけど、他に道があるならそっち通った方がいいって、絶対。どっちだ？こっちっぽい。わかりにくいけどここから飛ぶ。もうすぐゴールなのよ。キャー、面倒くせえ。やっと着いた。長かったわね。面倒な足場もなければ敵もいない。でもすごい疲れる迷路なのだぜ。
正直取れ高が少ないのよ。こうして並んでいる時の色が違うのがよくわかるな。どうにかして木を除去する必要があるのだけど、フライデ先生が全部答えを教えてくださるのよ。そうか、モズの笛を使う作戦か。犬笛にむせり泣くのよ。犬を呼べばご主人様の木こりも召喚できるって寸法だな。これで前回のミルの塔に向かう途中にあった木も切れるんだな。それはまた別件になるわね。笛を使って木を切るのはこの場所オンリーのギミックよ。なんだ、そうなのか。はい。犬笛の音がモズに届いたわ。そこからだと結構な距離あると思うけど大丈夫？そのあたりはご都合主義なのでマッハで駆けつけてくれるのよ。トレジャーハンターよりずっと早い。トレジャーハンターか。手が焼けるな。おっちゃんここの木切ってくれんか。はい。召喚された木こりが木を切ってくれるのよ。へいへいほう、へいへいほう。こうして無事に道が開けたのよ。よし、これで太陽石をゲットだぜ。これで公爵に破壊された灯台を修復して船を出すことができるわ。灯台って港の目印だろう。別になくても船は出せるだろう。この世界では灯台がなんかそのクソデカ照明器具なのよ。灯台がないと港がなんか暗くなるのよ。理屈はよくわからんが、これで公爵を追うことができるんだな。使わないと思うけどショートカットの開通。よし、先を急ぐぜ。後半に続く。ツバチカ。ツバチカ。少し森を進むと洞窟があるのよ。ここもショートカット通路になっているんだ。マサンの村、覚えているかしら？一番最初の村だ。あの時は下から来て通れなかった場所だ。戻ってきた。森を抜けたぞ。ここでマサンの村に寄り道なのよ。モズの笛を持っているので犬と会話ができるようになっているんだ。犬。イエーイ。乗ってないで話を進めてちょうだい。なんか知らんわ。本当は人間だとかいう犬だ。前回のラストで立ち寄った小屋は覚えているわよね。ミサリーという魔女、あのババアか。愛し合う若い男女が邪悪な魔法で犬の姿に変えられているの。しかも犬の姿のままってしまうと二度とは元に戻れないのよ。そりゃめちゃ許さんよな。この話を聞いた後でミサリーの小屋に行くとイベントが進むのよ。一丁私が成敗してやるぜ。マサンの村のすぐ近くにあるトレントの木はメルカトルとリュマの中間地点に繋がっているわ。先にリュマに行って灯台を直す方が流れとしては無駄が少ないが、ミサリーから進めるぞ。灯台の修復と船出の部分はほとんどテキストベースの進行なので、これは動画的な進行上の段取りです。そこは編集で入れ替えてもよくね。体力の最大値が変動すると変でしょう。まあ一回クリアしてるんだ。サクッとクリアしてやるぜ。っていうか、忘れる前に行かないとな。おお、ババアおるか？噂のマッティ君。何をするだ、やめろ。こうしてライルは犬畜生に変えられてしまうのよ。実のところ、このミサリーの小屋は行かなくていいマップなんだ。サターンストーンという装飾品が手に入るの。魔法のチャージ速度が2倍になる優れものなのだけど、最終的には完全上位互換の4倍速の指輪もあるの。とても難しいダンジョンなのでスルーする人も多いのよ。最初の仕掛けは適当に踏んでいればなんとかなるぞ。ここはクリアね。ダンジョン自体はシンプルな作りで、スイッチを踏めば先に進めるの。攻撃もできなければ箱も持てない。ジャンプアクションがスタイのクソマップだ。ここはね、こうやって弾を。違う。よし。4つのスイッチを順番に踏むだけなんだが、徒歩では間に合わないので弾乗りが必須。こうやって弾を詰めておくと幾分渡りやすくなるんだ。まず1つ目。はい。焦らない。乗ってる間は有効だ。連続で行かなきゃいけないと思って何度も失敗したわね。ちょっと危なかったけどセーフ。よし。一撃でクリア。これが経験値だ。ダンジョンの作りとしてはこうやっていくつかの仕掛けをクリアしていくだけなの。すんなりいけば数分で終わる内容だ。クリアしないといけない仕掛けは残り2つ。落ちた。ここは連続タイムアタックスイッチね。相当にタイトな設定で少しでも遅れるとアウトだ。あかんか。ジャンプ中に空中で挙動を制御して曲がる必要があるのよ。空中でヨガフレームみたいな感じにコマンドを入れろ。よし、急げ。ぬおー、間に合え。よし。無事にクリアね。簡単そうにクリアしてるけど、1回目の撮影だとこのダンジョンに軽く1時間かかってるからね。森と合わせて2時間ちょい。撮り直しは30分かからなかったわね。ここで苦労しまくった直後にやり直してるからな。このダンジョンはまだ指が覚えてるんだ。落ちた。
そこで落ちるか。油断したわ。ここは有事の折り返しが難しい。空中制御連続2回。はい余裕。クリアだ。正直ここだけで30分はもがいていたわね。あとはお話聞いて撤収だ。ミサリーと対決なのよ。こっちは犬だぞ。どうする気だ。彼女には必殺のデストロイスイッチがあるの。なんだって。これを踏まれたら侵入者はイチコロポンなのよ。間違って自爆スイッチを押したようね。忘れるならメモに書いて貼っておかないと。老人特有のガバガバセキュリティを推奨しないで。でい。ちゃんと作動した。命のもと。悪は滅びたので帰るわよ。昇降機で上がってぐるっと回ればスタート地点だ。ここにあるのがサターンストーンね。犬の時はこれが持てなかったからな。帰りに取れるようになるんだ。これ。装飾品なのでちゃんと装備しておくのよ。現状では倍速で溜まってもあんまり意味がないけどな。新しい武器はまだかしらね。こいつ来るの早すぎだろ。こっちは村で踏み台にしてた方の犬ね。正直すまんかった。はい。あとは灯台を修復して船に乗れば次のエリアなのよ。次のエリアまでは進んでおきたいな。そうね。ある意味では一つの区切り。ゲーム内に変化があるのよ。なかなかに印象深く個人的にはエモいイベントだ。はい。リュマの町にある灯台に太陽石を持っていくのよ。今行くよ。すぐ行くよ。螺旋階段をぐるぐるぴょんぴょん。どう考えても危険な構造の建物だお。一段が80センチくらいありそうね。こうして無事にリュマの灯台は輝きを取り戻すのよ。これで足止めを食らっていた船が動けるようになったんだな。本土に向かう船が出るので乗せてもらうのよ。行き先は本土ではないよね。途中で立ち寄る島の港で降りるのよ。エケエケも在庫は十分だな。このまま向かうぞ。はい。メルカトルの町にある船着き場にやってきたわ。私のおかげ、当然、ただで船に乗れるんだ。これが善意のキャッチボールだ。見返りを求めているようでは偽善なのよ。それでは魂の格は上がらないのよ。やらない善よりやる偽善。行動には結果が伴う。これこそ因果なんだ。選手側のおっさんに声をかければ出発するのよ。つまりこの辺りのテキストは今しか見えない流れ。特に重要なメッセージは含まれていないわね。よし、それじゃあ出港してもらおうかな。この曲だよ。曲名はトレジャーハンターライル。メガドライブ作品の中でも名曲とされる一曲ね。物語もようやく折り返し地点って感じだな。イブフィールドの曲はこの曲に変更されます。ひょう、ご機嫌なナンバーだぜ。こうして新たなエリアに足を踏み入れるのよ。新規一点、ここからだ。ダンジョンの難易度もかなり高くなってくるわよ。愛と勇気とお金とフライデーがあればチャラへっちゃらなのだぜ。看板。バーラ鉱山にバーラの町。とりあえずは町だな。はい、もう明らかにこの町も問題を抱えているぞ。BGM でわかる。いきなりの敵出現。待って。まずセーブさせてくれメンス。軽くやっつけてちょうだい。倒した。道具屋は営業しているっぽいが様子がおかしいぞ。鉱山の町、咳をする老人。匂うわね。特に情報は得られないか。さっきの兵士が出てきた建物ね。誰もいないか。なんだ、もぬけの殻ってやつだぞ。ほらセーブしやがれ。罰当たりもんで、不穏な様子のバーラの町に到着。次回に続く。ツバチか。はい。というわけで今回はここまで。ミサリーのところは必須ではないとすれば、今回は森を抜けただけじゃないか。あんまり進んでなくね。機材トラブルもあり苦労した割には取れ高が少なかったのよ。まあ4回やって半分なら残り4回くらいって感じかな。そうね。切りもいいので1回単発ネタを挟んでもいいかもしれないわね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば
X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると、干し芋やマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければ、この辺の空いてるスペースが賑やかになるかもしれません。マシュマロ質問はたまったらネタにするのだぜ。動画のコメント欄でも全然大丈夫よ。というわけで、最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。卵かけご飯の限界ってどこだと思う？どういう意味よ？ TKG は様々なアレンジを受け入れる懐の深さがある。でもやりすぎると TKG としての尊厳が奪われると思うんだ。刻みネギは許してもらえる？薬味なら許そう。醤油の代わりに焼肉のタレ。セーフ。本当に？